今回話すのは、お祓いに関するお話で、去年、お階段巡りでも、ちょっとその、舞台の作品に入る前にお祓いをしなかったがために、ちょっと大変なことが起きたっていう話をさせていただいたんですけれども、もう本当にお祓いって大事なんだなって思ったお話です。はい。これは、役者仲間の、仮名でティーコちゃんっていう子からいただいたお話なんですけれども、ティーコちゃん、とある有名な劇団に所属している女優さんで、今も活動をずっと続けてるんですけども、ティーコちゃんが新人時代の頃、今から12、3年前ですかね、の時に、新人なんですけれども、主役級のすごいいい役をいただいたんですって。大抜擢。そうなんです。で、その役っていうのが、幽霊の男の子の役だったんですって。ティーコさん女性ですよね。はい。だけど、男の子の役を、少年の役を、もらうことになって、で、幽霊のお話。で、その劇団さんって毎回必ずお祓いをちゃんとやる劇団さんなんですけれども、その時はなんかこうバタバタしてたのか、お祓いをせずに稽古に突入したんですって。ティーコちゃんとしては、あれ、お祓いいつもしてるけど、今回やんないのかな、しかもこういう幽霊が出るお話なのにって思ったんですけど、やっぱり新人なので、ちょっとそういうふうに言うのも差し出がましいなと思って、もうそのまま稽古に入って、いざ本番になりますってなった時に、大阪公演と東京公演があったんですって。で、まずは大阪公演だと。で、大阪に行きました。で、1週間ぐらいやるんですね。で、そこの大阪の、とある劇場の近くに、その劇団さん、ホテルがあるんで、そこのホテルのワンフロアほぼその劇団員で埋まるぐらいの感じで、宿を取って1週間そこで缶詰で生活するみたいな。で、その時に、もうティーコちゃんやっぱり、新人で大抜擢で、もう必死なんですよ、毎日毎日。もう行って本番やって、なんとか終わった、帰ってきた、ホテルも、そしたらすぐ寝る。で、また朝起きて、劇場行って、その繰り返しで、あっという間に1週間過ぎてしまったんですって。で、いよいよもう明日が大阪公演の千秋楽で、お昼に千秋楽終わったら、そのままもうとんぼ帰りで、新幹線でみんなで東京に帰って、解散っていうスケジュールだったんですって。明日がいよいよ千秋楽だ。で、その前日が休演日だったんですって。なんで、この1週間全然その、ホテルと劇場の行き帰りだけで何にも遊びとか行かなかったんで、ちょっとせっかくだから観光でもしたいなと思って、ホテルの近くのなんかいいのないかなって調べたら、すごく近くに、すごいなんか観光スポットの有名な滝が出てきたんですって。滝、はい。ハイキングコースにもなってて、綺麗な場所だと。あ、こんないいとこあるんだ。知らなかった。じゃあ行ってみようっていうんで、ティーコちゃん一人でそっちの滝に行ったんですね。そしたら、やっぱりハイキングコースだからすごいこう自然も豊かで、わー、綺麗、わ、こんな緑がいっぱいあって、素敵な場所、こんなのがホテルのすぐ近くにあったんだなんて思いながら滝を目指していって、さあもう大きな滝があるんですよ。で、本当になんか、滝ってやっぱりこう、落ちる音とか。マイナスイオンとか言いますよね。癒されるじゃないですか。で、その滝の前に立って、すごい、なんかこう、清められるというか、リラックスできるなって。で、滝って、目の前に立つとなんかこう、ミストみたいな。はいはい、気持ちいいですね。あれももう全身に感じて、なんかこう生き返ったような感じで、よし、明日の千秋楽これでまた頑張れるぞって気持ちになって、いい気分でホテルに帰ったんです。で、その日の夜は、明日がやっぱ早いので、もうすぐ寝ようっていうんで、ティーコちゃん、もう9時ぐらいにはね、就寝したんですって。で、ティーコちゃん、お部屋を真っ暗にして寝る習性があって、その日も真っ暗にして眠りについて。で、しばらくして、どのぐらい時間が経ったか、ドアをノックする音で目が覚めたんですって。コンコンコン。で、わって起きて、あれ今落としたな。コンコンコン。あ、誰かがノックしてる。で、ティーコちゃんその時に、もしかしたら、同じフロアの先輩方が今、なんか飲み会とかやってて、それで誘いに来てくれたのかしらって思ったんですけど、もう、結構な深夜の時間帯になってましたし、明日が早いのに、そんな先輩方が飲んでるわけないな。しかも新人の私を呼びに来るわけないなと思って、ちょっと身構えたんですって。そしたら、その玄関のドアの方から、スーって誰かが入ってきたのが分かったんですって。
もうガチャッとかも何もなく。扉開いてないのにね。開いてないのにスーッとスーって入ってきたんです。うん。で、誰か入ってきたで、その時に女だって直感で分かったらしいんですよ。へ女が入ってきた。で、そのもう入ってくる女がゆっくりこっちに向かってくるのが部屋真っ暗なのに分かるんですって。でも怖いからギューって目閉じて、怖い怖い。どうしよう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 ってずっとこうグーって震えてると、その女の人がスーってこうティーコちゃんの寝てるベッドの方まで来て、ベッドの横に立って、で、スッティーコちゃんを覗き込むんですって。うん。で、目閉じてるけど見えるんです、それが。で、覗き込まれたどうしようってなったら、昼間感じた滝のミスト、うん。あれが、ファーってかかってくるんですって。うん。もう顔中水だらけになって、首も濡れて、髪も濡れて、枕も布団もびっしょびしょになっていくんですって。で、うわーって。で、その女っていうのが真っ黒なんですって。うん。闇に溶け込むような黒の女。はで、それがもうただじーっとこうやって見ていると、ミストがずっと顔に当たる。で、もう耐えられなくなって、心の中で、誰か助けてって叫んだら、ふっと体が軽くなっい。て。うん。で、慌てて電気をつけて。そしたらもちろん女はいないです。で、顔とか首とか触っても、濡れてもない。濡れてないんですね。ないんです。で、やっぱ枕とか布団も全く濡れてない。だけどもう心拍数バクバクだし、明らかに夢じゃない。で、もうそこからティーコちゃん寝れなくなっちゃって、もう部屋中の明かりをつけて布団にくるまって、もう朝になるまでずーっと震えてたんですって。やっと朝が来て、もう眠たいんですよ。寝れない状態でもう興奮してますし、だけど千秋楽があるから、それはやらなきゃいけない。なんでティーコちゃん頑張ってもう全力で千秋楽、しっかりお芝居をして、終わりました。そしたら、その座組にね、ついてくれてたスタッフさんの中で、ティーコちゃんとよくお話をしている男性スタッフがいて、その方って霊感が少しある方なんですって。なんで、ティーコちゃんすぐね、そのスタッフさんのところに走って行って、すいません、聞いてもらっていいですか？実は昨日こういうことがありましてっていう、その昼間の滝から夜起きたことまで全部お話したんですって。そしたらそのスタッフさんが、まず、ダメだよ、そんなとこ一人行っちゃ。へで、すいませんって。いや、でも僕が、なんとなく感じることだけど、多分そこの滝にいる女性の、幽霊で、子供を亡くされていると思うと。で、ティーコちゃん今、幽霊の男の子やってるでしょ？うんうんだから自分の子供だと勘違いして、で、迎えに来ちゃったと思うよって言うんですって。で、どうしたらいいですかって。でも、そこの滝に、こう、住み着いてるというか、自爆霊の可能性もあるから、ここから東京に戻ったら離れてくれる可能性があるから、それを信じて、ね、とりあえず東京戻るよってなって、わかりましたって言って、ティーコちゃんに荷造りをして、で、新幹線にみんなで乗って、その東京に向かう新幹線、劇団の皆さんでわーってまた埋まってるんですね、1両ぐらい。で、ティーコちゃんは、通路側に座って、ティーコちゃんのお隣に、劇団のちょっと偉い方が座ったんですね。偉い方座るとやっぱり緊張もするし、お話ししたいっていうのもあって、一生懸命こう、お話しするじゃないですか。でも昨日寝れてなかったし、千秋楽の疲れもあって、ついうとうとしちゃったんです、ティーコちゃん。で、こうカクッ、カクッってなった時に、窓ガラス、ドンドンドンって叩かれた音で目が覚めたんですって。今、すいませんって、隣の偉い人に、今、窓ガラス、叩く音しましたか？いやいや、してないよ。寝ぼけてるのって言うんですって。でも、ティーコちゃんは直感で、あの女の人だ。あの音だって思って、で、また同じ車両にいた、その霊感のあるスタッフさんのところに行って、すいません、多分ついてきちゃいました。窓ガラス今叩かれました。じゃあスタッフさんが、そうか、ついてきちゃったか。じゃあ、東京に戻ったら、神社に、近くの神社でいいからお参りに行ってって。そこできっと離れてくれると思うよって。わかりました。じゃあ神社に行ってみます。で、その日は解散になったんですね。で、ティーコちゃん住んでるお家に帰ってきた頃にはもう夜の11時ぐらいで、もうその時間でもう神社なんてもうやってないですし、行けないじゃないですか。とにかく今日はもう早く寝て疲れてるし、明日朝一番で神社に行こうって思ったんですって。でもそのままもう倒れ込むようにベッドに寝て、で、電気もね、真っ暗な状態で寝てて、しばらくしたら、寒って
て、すごい寒いんですって。うん。そのあまりの寒さでティーコちゃん目を覚ましたんですよ。何これ。なんでこんな寒いんだってこう暗闇の中で目を凝らしてみると、バサ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 カーテンがすごい揺れてるんですって。カーテン揺れてる？よく見ると窓が、このベッドの横にある窓がね、全開になってて、うん。で、その窓から吹き込んでる風でカーテンがバサバサバサって揺れてるんですって。うん。でもおかしいんですよ。その時期って11月後半ぐらいで、寝る前に窓をしっかり鍵も閉めて、カーテンも閉めて寝てるんですよ。だから開くわけないんですよ。うんなのに開いてるんです。で、ビューって吹き込む風でもう体が冷たくなってブルブルしてる。なんで開いてるの？わかんないって思いながらも閉めようと体を起こそうとしたら金縛りになって、グーンってなって、で、うわ金縛りだ、どうしよう動けない、どうしようどうしようってこうパニックになりながら、でも目だけは動かせるんで、一生懸命こう目で状況を把握しようとするんですよ。そのバタバタしてる窓の向こう、こうやって目で見ると、髪の長い女の人が窓の外にいるんです。ティーコちゃんのお部屋って上の方にあるんで、うん。しかもその窓の外、ベランダも何もないので、人が立てる状態じゃない。だけど髪の長い女がもう後ろ姿でじっと立ってる。で、あの女の人だって思ったんですって。で、動かない。体動かないで女の人ずっとただ立ってる。怖い怖い、どうしようどうしよう。で、よーく見ると、その女の人の長い髪の毛が窓を伝って乗り越えてベッドを伝って入ってきてるんですって。で、うわっ、髪の毛が入ってきてる、どうしようどうしようってぐーって握りしめたこの右手に違和感があるんですよ。で、何ってこう右手を見たら、その髪の毛グーって掴んでるんですよ。で、いやーうわーって振り払ったら金縛りが解けて。で、はぁはぁって見たら窓も閉まってるんですよ。で、うわーってなって。でもこの握りしめてる時って手に爪の跡とかつくじゃないですか。もうこれしっかりついてるんですって。ギューってやってたんですね。ギューってやった跡がついてて。で、もうすぐ電気つけて、もう部屋の異常がないかも確認して、窓もしっかり閉まってる。でもやっぱあの女の人がついてきたんだ。もうダメだ、どうしようって、もうとにかく神社と思って、もう朝になるまで、やっぱりもう眠れず震えて待ってたんですって。で、もう11月後半とかって朝になるのも遅いじゃないですか。6時ぐらいかな。やっと明るくなってきて、こう、生活音とか聞こえてきて、ようやく動けるってなって、もう神社に行こうって。だけど、ティーコちゃんね、昨日疲れて帰ってきて、千秋楽も終わって、そのまま寝ちゃってるんで、ちょっと体が気持ち悪いから、神社に行く前にシャワー浴びたいなと思って。で、シャワーを浴びにね、ユニットバスだったんですけど、そこにお風呂場に行って、で、シャワー浴び始めたんですよ。そしたら、ゴボゴボゴボ、ゴボゴボって音がするんですって。何の音って見たら、排水口がなんか、ゴボゴボって詰まってるんですって。で、なんか詰まってるなって。ゴボゴボ、なんだろうってカバー外すと、やっぱりなんか、ゴボゴボってなんかなってるんですって。で、あれおかしいなぁ。1週間前に、大阪に行く前に綺麗に部屋中掃除してって排水口のゴミも捨ててあるはずなのに、何が詰まってるんだろうと思って、しょうがないからこうビニール手袋つけて、排水口に手突っ込んで、こうやってやると手の先になんか当たるんですよ。で、なんかある。これなんだろうって掴んで、ズルズルズルって長い髪の毛の束が出てきたんですよ。ってなってバーンって捨てて、もうそのままゴミ捨てて。でも絶対におかしいんですよ、その髪があるのって。なぜかっていうと、ティーコちゃんずっとショートカットなんですよ。絶対にありえないんですよ。でもそれでも、ってなりながら、近くの神社に行って、で、必死にお祈りして、そしたら、怪現象はピタリと収まった。なので、その経験があってティーコちゃんは、やっぱりお祓いっていうのは、本当になんか、私もですけど、その形式上でやるものかなって私なんか思っちゃったりする節があったんですけども、実際にそういう何か起きることから予防するために、やっぱり必要なんだなっていうふうに思ったっていうふうに聞かせてくれました。
や、ありがとうございます。壮絶な話ですね。そうなんですよ。これはもしかもなんかもうその神社に行くのが1日遅れてたらちょっともっと大変なことが起きてたんじゃないのかなっていう。う、確かに。完全なロックオンですもんね。そうです、そうです、もだって、大阪から東京来てんのにそこまでついてきう。つて、いてきて。夜寝てる時にパッて起きたらもうね、うん窓が開いてバサバサバサっていう風があった向こう側にその女性いるってもう、めちゃくちゃ怖いホラー映画のワンシーンじゃないですか。本当にすごいですよね。で、髪の毛、自分握ってる、繋がってるって。もう、とんでもないですよね。壮絶な話ですね。うん。だってそれも、でも言ってしまうとその滝に行っただけじゃないですか。そうなんですよ。本当にそれで、あの子、私の子供だっていうふうに見初められちゃったのか。その滝はいっ。て、例えば、その滝に誰か撃たれたりとかするような滝だったりするんですか？いや、これ、場所が、っていう、はいはいはい。神戸駅の方、新神戸の方にあるやつらしいんですけど、この話をね、そのティーコちゃんに聞いて、で、こういう滝なのって調べてもらったら、名所って出てきて、知らなかったんですけど、多分そこで身を投げて上投げての方からっ。ていう方が後を絶たないんじゃないかっていう、その中の一人だったのかもしれないですよね。以前ロケでね、うん、滝ってよくその滝に打たれる修行とか、はい。あるじゃないですか。うんあとは、みそぎとかね。うん。で、それはやっぱりこう滝の水圧が、いろんなね、良くないものをこう洗い流してくれるんだっていうことで、まあ、使われたりもするらしいんですけど、はいその時、ロケで行った時、そこの、まあ、ご住職の方が、ただ本当にね、滝って実はめちゃくちゃ注意が必要な場所なんですよ。なんでかっていうと、そうやって悪いものを流し落とせるってことは、そこに悪いものもたくさん溜まってるんですと。おー、なるほど。あと場所がやっぱそこにゴーってずーっとここに落ちてるから、はい。やっぱそこに一体になんか良くないものが溜まりやすいんですって。へー。滝に打たれるときに、これ絶対やってくださいって言われたのが、もう大声でお経を唱えてくださいって言われたんですね。であーっていう。で、これは、その時言われたのは、はい。水圧すごいんで、あそれで自分で声出してないと、あ息すんの忘れちゃうんですよ。へだからお経を唱えることで息をこう吐くから吸えるしってことで、へーそのためにもお経を唱えてください。うん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 あとねって言われたのが、その滝でこういうちゃんとレクチャー受けずにやっちゃった時にもらっちゃう人多いんだけど、なんでかっていうと、みんな吸い込んじゃうんだと。うん。だから滝ってすごい危ない場所でもあるから、悪いものは落としてくれるんだけども、へー、うわーってお経を唱えて自分の中のものを全部バーって出してる。へー出し切る場所なんだけど、へーそれしないと、はっはっはって吸ってるとどんどんこう吸ってっちゃうから、なるほど。逆にすごいもらって帰っちゃう危険性もあるんですって。あー知らなかったです。だから、きっと、もらって帰っちゃったパターンなんだなと思って、そうで滝で。すね。何も知らずに、うん。ね、きっと深呼吸とかするでしょうか、こう、マイナスイオンとかだから、そうなんですよ。呼吸吸っって、みんな勘違いしてだけだけど、吐いちゃうて、ん。スーッと書いて呼吸じゃないですか。うん。うん。確かに。はい。そうですね。呼吸。呼吸。はい。吐いてこう吸う。だから、まあ、ちゃんと、はーって吐き切って、はあ。まず悪いものを全部出してっていう、出し切ってっていうへーことが大事みたいですね。怖いですね、滝。まあ、いい場所なんですけどね。だからそういう、実は注意が必要な場所でもあるっていう。なんかね、神秘的で、いつまででも見たくなるような気がするんですよね、滝って、いろんなところの滝って。でもなんかちょっとこう、確かに吸い込まれそうな滝もありますよね。あります。うん。何かだからそういうものも集まりやすいのかもしれないですよね。水とかはやっぱそうなんでしょうかね。うんなんかよく悪いこと、嫌なことが起きた時とかってお風呂とかでも、はいはい。なんかそういう流せるって言いますよね。それを水に流すってね、よく言いますけどね、それ通じてくるって話もありますもんね。私めっちゃ嫌なことあった時、全部、これで流れてったって言い切って、お風呂の線抜きます。ああ、でも大事みたいですね。で、やっぱり水ってそうやってこう浄化する、流してくれる作用があるから、例えば最近頭がもう整理できない時は、結構長めに頭にシャワー当てるとか、あとはモヤモヤするとか失恋しちゃったなんて時は、こうちょっと本当にこの胸のあたりに結構ね、ザーッとこう長めにシャワーとかかけるだけでも、スッとこう流れてくる。本当ですか？すごっ。一番簡単な除霊法って聞きました。へー、お水を。そうそうそう。まあお水じゃなくてもいいみたいですけどね。え？あったかいお湯でも。おあったかいお湯。